まあほぼ同時でも良いでしょうよ。斧、ハンマー、クワ、ツルハシはね、喋るって意外と優先度低いよな。ウェイワード講座第11回を始めます。よ、レイム先生。素材が揃ったので毛皮のブーツの製作だどん。ほい成功。これで攻略目標達成、で良いのかなこれ。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回も間が空いてしまってごめんなさい。動画の投稿を開始して1年以上、そろそろ攻略っぽいこともやらんとあかんなと思いまして、寒冷と砂漠の攻略動画を収録しようとしたのですけど、デス祭りになりまして、自分の中ではどちらも勝率8割程度だと思っていたので思いのほかダメージになっております。しかしなんとなくそれっぽい動画が撮れましたので、動画化します。森林地帯は今回はお休みです。それでは早速、始めてみます。開始条件はカスタムモードで、標準の島を氷の島にするだけです。ほい上陸。自分なりにおさらいを含めて、攻略の要点を書いてみます。と、動画の尺がやばいのでシーンチェンジ。こんなとこね。細かく見てみましょう。焚き火は労力と木材の無駄だ。そんな暇あるなら木の棒を設置して点火でよろしい。毛皮は言うまでもないわね。冷え込みのデバフを防止する必要があるわ。落とし穴も同様、樹皮の装備を作る暇などない。ろうそくは優秀な光源かつ熱源。これがあれば他はいらないわ。氷の島名物の腹減りは釣りで対処。とまあ駆け足だけどこの辺が要点かと思うわ。早速大ネズミ選手に追い回されてる。懐かしいわねこの展開。昔は開始早々にクマさんに出会ってたから。なんであんな、難易度だったんだろうな。さて追い回されつつ落とし穴を作るわ。この辺は慣れたもんだな。だって21年やってないからね。落とし穴は実際、非常に強力だ。クマでさえ3つも踏めば逃げ出すレベル。大ネズミ選手相手ではオーバーキルだけどまあ良いでしょう。誘導して踏ませるのみ。発動率低いわね。スキルレベルによるのでは？かもね。まあ根気よく踏ませ続けましょう。実際はゴールデンカムイとか見てると、小動物向けっぽいんだけど、この世界はサイズ無関係だからね、しょうがないね。無事に退治できたようだ。この辺は地味に大ピンチだからね。切り抜けられてよかった。実際問題、上陸直後が一番危ないのかもしれないな。それは言えてる。漫画そうなんですか？でもその辺はピンチだった気が。ままならんな。そうだ、道具ではハンマーを優先すると良いかもです。修理必須なので。武器にもなる斧を作りたくなるんだけどな。まあほぼ同時でも良いでしょうよ。斧、ハンマー、クワ、ツルハシはね。喋るって意外と優先度低いよな。掘る動作って序盤はいらないからね。むしろクワでお野菜育てる方が大事。それと、今、湯気サバくんがうろちょろしてますけど、スタミナが減ったら散歩すると良いです。序盤は落ちてる石ころでさえ大切なので、歩いてるとスタミナが回復するの尊いよな。相当にね。あ、それと、これは共通項ですけど、大ネズミ選手の肉は食べない方が良いです。もしくは油で処理しないペミカンにして食べましょう。ペミカンになると食中毒要素が消えます。あいつ地味に痛いからね。それは第1回放送でかなり思い知った。早くも順応した湯気サバくん。たくましすぎる。色々あったからね、彼も。1年半も振り回されてりゃそうもなるわな。雪原ではペンギンの卵が拾えます。貴重なタンパク質なので、茹でていただきましょう。生だと腹壊した気がします。そもそもペンギンの卵って食えるのかしらね？どうなのかな？ YouTube 界隈でもダチョウは聞くけどペンギンは聞かないぞ。おそらく検疫の関係上、流通できないのでしょう。ちょっとググってきたけども、茹でると白身が半透明になるって。異世界漫画の幻想グルメで出てきた透明なゆで卵ってのはこれのことか？すいませんレイムさんは異世界漫画をこじらせてまして、特に飯関係がうるさいのです。詳しいって言ってくれる？ご覧のありさまだよ。そっか、オスービアの国鳥、鳳凰鳥はペンギンの一種か。ということは寒冷地での特質を備えていて特殊なタンパク質を蓄えて。レイムさんが落ち着いたみたいなんで再開します。うっす、そっちのがよっぽどやりたい放題だよ。何か？いいえ何も。ちなみですが木の棒を燃やしていられる木炭は万能薬の素材として保護します。非常時に超有効ですので。ウェイワード講座第10回を始めます。よ、レイム先生。今回のお題は睡眠と休息です。よくわかんない人もいるだろうな、これ。と思いますね。休息はスタミナが満タンになるか、外的要因か、野営スキル不足で起きるまで休む機能です。
単純に休んでスタミナの回復を待つ感じだな。そうですね。対して睡眠は、朝までの休息になります。どっちがいいっていうもんじゃないな。そうですね、シーンごとの使い分けが重要です。というよりも、序盤は睡眠はほぼ使わないと思います。環境整備のためには寝てる場合じゃないってか。そうです。少なくとも食事と水分が安定するまでは寝不足が不可避です。まあリアルサバイバルだとすればそれ以外には生存の道がないからな。変なとこ、リアルだよなこのゲーム。あまりリアルよりでも困りますけどね。ちなみに本編で触れましたがスタミナは散歩でも回復するので、時間が惜しいなら散策で回復するのも手です。デメリットあるんでしょ？もちろんです。まず厄介な相手に絡まれること。クモなんかはかなりヤバいです。毒持ってるからな、あいつ。何考えてんだか。ちなみに砂漠だとヘビ、サソリがいるので危険度マシマシです。軍より、最も序盤の資源不足を解決するには散歩は不可避なので、飲むべきリスクではあります。ま、運にもよるわな。落とし穴を持ち歩けばリスクを軽減できるので、おすすめです。なるへそ。以上、講座を終わります。お疲れ様です。ほい、刺したる苦労もなく安定化に片足を突っ込んでます。毛皮装備が揃って、食事が安定したら攻略完了かな。雪原が砂漠より簡単だと判断した最大の要因が水分がほぼ無限に存在することでした。雪を掘れば雪、花崗岩を掘れば雪。木を切れば雪。雪は熱源があれば即、水分なので砂漠よりもはるかに楽です。ロマンがない話ですが、飯など食わずに水を飲めというハードな攻略もあるようです。それはひどい。思いのほか、毛皮装備作りに苦戦中。これあれかな？スキル不足だよね？それしかないと思う。制作難易度の低いものを作ってスキル伸ばさないとダメね。そもそも大ネズミ選手の素材でやろうとすると、毛皮から毛を取るから2度手間なんだよな。もうしばらく待っていれば、ウサギが綿毛を落としてくれるはずなんだけど、それまで腹ペコになりながら待つのか。過酷は過酷だな。ゴリ押しで毛皮のコートができたわ。結局ボンボン言わして力技か。ロマンがねえな。生存という魅力の前にはロマンも無意味よ。世知辛い。ウサギさんがいる。毛をくれくれ。変態さんみたいだからやめろって。冗談はさておき雪原ではウサギのおおよその位置は把握しておくと良いです。逃げる仕草をしますけど、一定範囲内に止まるかのような仕草もするので、壁に追い込めばほぼ住みかにできます。毛は有効だしご飯にもなる。ウサギさんは優秀です。サバイバル慣れしすぎてて怖えんだけど、また毛が落ちてる。ラッキー。もう文明に戻れないかもしれん。素材が揃ったので毛皮のブーツの製作だどん。ほい成功。これで攻略目標達成。で良いのかなこれ。今、着用した瞬間に水分ゲージの下の冷え冷えのデバフが消えたのが見えたでしょうか？巻き戻してアップでご覧いただこう。ほいこんな感じ。これで雪原での行動に制限がなくなりました。ただし、鹿はこの格好でも寒いので、用がなければ入らないでください。まあうちの動画を見てくれてれば、ドアホ見慣れてるから入らないでしょ。すっかりドアホで定着したな。さて、これで生活基盤の一応は完成したということで、序盤の攻略を終えたわけですが、こんなもんを攻略ですとアップして怒られそうな気はするが、まあ初心者用ではあるから、こんなもんでしょ。すみません、先にお詫びします。本来ならここにおまけとして、とあるモンスターに出てもらう予定だったのですが、数日やっても出やしねえ。このままだと動画投稿の予定に差し支えるので、すみませんがおまけなしです。しかし、ご尊顔だけはご覧いただきます。というわけでドットエゾン。もうどこが何やらわからんな。でかすぎなのよこいつ。ちなみにこいつは海外版のまとめにも載ってません。もしかして一瞬、追加されて消された？それはないと思う。カスタムマップで強制召喚に成功したから。こいつ肉も油もすげえ量を落とすのよね。もはや歩くご飯だ。ちなみにかなり強いです。しかも好戦的。多分、ゲーム可能だとは思いますけど、やる気はないです。タヒにたくねえ。困ったもんだよ。じゃあ動画を締めましょう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。